はい、皆さんこんにちは。今日はですね、AW500G の 1E ということで、このアナログモデルの1993年に発売されたモデルですね、こちらの紹介をしていきたいと思います。この1993年というのはですね、実は、フロッグマンという公式ニックネームを与えられた、G-SHOCK があるんですが、そのフロッグマンの初代モデルですね、DW-6300-1A DW-6300 の 1A、こちらのですね、G-SHOCK 初の本格派ダイバーズモデルとして ISO200m 防水機能をですね備えたフロッグマンの初代モデルが誕生したのが実は1993年です。でその年に、フロッグマンの発売から、約3ヶ月ほどですね、遅れて登場したのが今回ご紹介する AW500G-1E ということになります。でこちらのモデルがですね、文字盤に、衝撃吸収ですね、衝撃時のその、緩和状態を表したグラフが描かれていて、私たちのように G-SHOCK を集めてですね、たくさん保有して使っている人たちだけではなくて、この時計いいなということで G-SHOCK マニアの方でなくても、この時計を購入してですね大事に使っている方っていうのは多いと聞いています。で実際にですね、現物がこちらになりますけども、こちらがそのモデルになります。特徴としてはですね、この赤い単芯とゴールドの長芯と、あとは先ほどお話ししたように文字盤にこのショック吸収時のグラフが書かれていまして、通称グラフと呼ばれているところでもあります。グラフと呼ぶ方もいらっしゃるようです。で実はですね、この G-SHOCK なんですけども、長い間使っていますと、このカバーですね、外装の部分、これがベゼルと呼ばれるんですけども、このベゼルがですね劣化していってポロッと、壊れてしまいます。でこの今私が紹介している AW500G の 1E についてもですね、実はこの、ベゼルは他の G-SHOCK、他のモデルのものを、取り付けてですね使用しています。で元々のオリジナルはどういう色をしているかというと、このようにですね、ここですね、ゴールドの文字が入ってまして、より、精悍な仕上げになっています。でそのような状態でオリジナルのまま使用されている方もいらっしゃいますし、私のようにですね、長い間使用していく中で、もうベゼルこの部分が壊れてしまって、違うものを流用して使用して、これも、日々ですね大事に使っているということになります。なかなか特徴的な形をしてるんですが、つい最近ですね、この型式、この形をした全く同じものではないですけど形をした復刻版も発売になっていて、そちらの方も人気のようです。はい、こちらがですね、裏蓋を写してみた状態になります。裏蓋はですね、鏡面仕上げでモジュールナンバーが380、モジュール番号ですね380という刻印が見えます。
でシリアルナンバーも打たれていて、型番が AW500 ということですね。この鏡面仕上げの裏蓋というのはやはり当時の G-SHOCK としては珍しかったと。今の G-SHOCK では当たり前のようになっていますけども、このような仕上げが非常に、G-SHOCK 集めている、皆さんにとっては魅力的なモデルになっていたということですね。はい、表面がこちらになりますけども、で正面がこのような形になりますね。非常に色使い的にも私もお気に入りの一つということで、これまでもですね大事に使ってきています。針もですね、G-SHOCK っていうのは本来デジタルの時計のはずなんですけども、このアナログ式というんですか、針で表示されるのも当時はなかなか G-SHOCK としては斬新だったようで人気のモデルとなっています。で、このですね針の位置なんですけども、実は復刻モデルはこの文字盤の中心あたりに針のこの軸が来てまして、この当時のですね、当時1993年に発売されたこのモデルについて、見てみますと、当時は文字盤の中心よりも若干上の方に、針の軸の位置が来ているのがよくわかります。この辺りがですね、オリジナルというかその当時発売されてたものと、最近復刻になったものとの違いですので、見た目は同じでもですね、G-SHOCK 古くからの G-SHOCK のファンマニアの方々にとっては、こちらの昔のモデルの方がいいんだというような声も多く聞くモデルになっています。ちなみにですね、復刻版はこの、グラフがついているこのグラフ表示があるものの復刻版はまだ出て発売になってませんで、1989年に初めて、デジタル同様の G-SHOCK デジタル式の G-SHOCK 同様の、対衝撃性を持つ初代のこのアナログタイプの G-SHOCK が1989年に発売されてるんですが、そちらの方のですね、復刻モデルが最近発売になったということですね。ですのでこのデザイン全く同じものの復刻は発売になっていませんので、まだ今日時点ではですね、そこは間違いのないようにされたらいいと思います。私もですねこの通称グラフと呼ばれるこの G-SHOCK ですね、やはり状態の良いものを入手するのは今なかなか難しいと思うんですが、もしも状態の良いこの G-SHOCK このモデルを入手することができるのであれば、ぜひ、手に取ってもらって長く使える G-SHOCK だと思いますので、ぜひ愛用してもらいたいなと、使ってみてもらいたいおすすめの G-SHOCK であります。皆さんの中でですね、自分もこの、AW-500-1E を、このモデルはですね 1V ですね、海外モデルと言われてまして、ここの 200m 表示というのが 1V と言われている海外モデルで、先ほど、資料で紹介したものは 1E ということで、1E の方はですね、ここが20バーですね。ということで、国内表示というようなことで分かれているようなんですが、外観は同じものですし、機能的にも同じものですので、そのあたりは、それぞれ各人のですね、こだわりで購入されるのかもしれませんが、この時計はですね、時計自体非常におすすめです。装着した感じも非常に腕にしっくりきますし、G-SHOCK としてはあまり目立ちにくいというか、そういう、商品になっている、時計になっていると思いますので、状態の良いものを
購入された方とかですね、購入したい方、実際に持っておられて使っている方、どうぞコメント欄にですね、自由に書き込んでもらえると、いろんな人に知ってもらえていいのかなと思いますので、よろしくお願いします。今日は以上になりますので、また、次回の動画を楽しみに待っていてくださいね。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。